裁判を行い、さあ令和名誉ある一番旗を手にするのはどこの騎馬武者でしょうか。こんにちは。How to Walk Japan です。相馬の馬追いのパスタはかっこいいですよね。ちょっと行ってみようか的な軽いノリで出発し、道の駅村田で車中泊の朝を迎えました。今日は馬追いの2日目、出陣式と競争が行われるようですが、2人とも何の知識もなく出てきてしまい、何も分からぬままほぼ手探りで現地に入ります。とりあえず出陣式が執り行われる小高神社を目指します。すごいね、あれ相馬の馬追いの絵だよね。右方向です。もうなんかあそこにほらインターチェンジ出口に巨大な液晶パネル、野馬追いの画像が流れてます。相馬小高神社、でしょ。すごいね。すごいね。あれ街の中でやんだもんな。素手で捕まえるんだって馬を。で捕まえて奉納するとか。ちょっとずつお祭り感が。このまま降らなきゃいいけどね。いやー降るだろうなこれ。出陣式ってやるじゃん、あっちこっちで。大体神社なんだけど、一箇所だけ副会長宅って書いてあるとこあって。はい。どんだけでっかい家かわかんないけど。出陣式2箇所じゃないんだ。なんか3箇所か4箇所でやってんじゃないかな。なんか3箇所。いいね。区役所が駐車場になっており、神社に近くトイレもあって便利。あそこになんか上りが立ってる、ほら。本当だ。あれ神社じゃないの？あれが神社かもしれない。あそこのど真ん中には。本当だ。これはなんだろうね。キャンピングカーだよね、これ。あ、でも違う、駐車場。馬運ぶやつだよ。馬運ぶやつだよ。ほら、見て。ほら、みんな。あ、これで馬運ぶんだ。ほら、橋の上で座ってる人いるよ。橋の上で座ってる人いるじゃん。そこで見る人もいるんだよ。行列が開くんじゃないの？近くより見えんのかもしれない。行列とかってここがあ、そこを通るんだ。ここを通って街中にこう繰り出していくような感じで。で今先ほどホラガイになったからやってかここ通って降りてきてここ。いろいろと教えていただきました。出陣式は相馬中村神社、太田神社、小高神社の相馬三妙見神社で執り行われ、ひばりが丘最上地へと出陣していきます。一番いいこの取り方がここがそれでみんな座ってるんだ。野馬追いの主人公である騎馬武者はそれぞれの属する号ごとに出陣式を行い、最上となるひばりが丘最上地を目指して出陣します。号とは中丸藩の領地区割りのことで、歌号、北号、中野号、小高号、重葉号の5つに区分されます。各号ごとに騎馬隊が編成され、さらにそれらが妙見三社ごとに3軍に編成されます。中野号は相馬太田神社、小高重葉号は相馬小高神社に集結し、それぞれ出陣式を行い、最上に向けて出陣します。ありがとうございます。歌号、北号は相馬中村神社に属しますが、ここは総大将が出陣するので、少し他の2カ所とは違う動きをします。まず総大将の出陣式が中村神社で執り行われ出陣。北号の騎馬は永田神社で総大将をお迎えした後に合流し、最上に向かうという流れです。でもそうだよね、10時半に出陣だから、まだなんだよね。ほら、ちゃんとした馬が歩けるように砂がね。5長いかなこれ。そうかも。小高神社は相馬市代々の守護神であり妙見を祀った神社で、相馬三妙見の一つ。鎌倉時代の終わりから江戸時代の初めまで相馬市の居城であった小高城跡にあります。すごい。騎馬武者たちは神社に参拝し祝杯をあげ大将の前で出陣していきます。
巨大な馬が目の前を歩いているだけで信じられない光景ですが、それに甲冑を着た武者が乗っているなんて夢のようです。そこに海番大越和久一人福地俊一人梅田直樹参道警備杉本葵参道警備杉本瑞希これより部署に就くように以上。出陣式が終わって神社から繰り出していく騎馬隊を沿道で見送りましょう。この地区だけで何頭いるんだろうね。すごいね。この馬はやばいぞ、今度は白い馬ねえねえ。ねえ、まだいるんだ。わあ、こんなちっちゃい子。ねえ、怖いよね、きっと。おお
危ない危ない。うん、そっか。いや、これ大変だ。ねえ。まだ来るよ。騎兵隊の？うん。おお。ね。殿様かな。あっちにいる。出陣した行列は付近を練り歩きますが、我々は先んじて斎場へ向かいます。明日は指定駐車場になって止められない東ヶ丘公園に運よく駐車できました。こんにちは。こんにちは。相馬の間を観戦するなら、ここで予備知識を仕入れてみた方が断然面白いと思います。我々もここで多くのことを教えていただき、より楽しく観戦させていただきました。すごいね。スバルが。生活とか。すごいね。これ馬は作り物なのかな。それを今年はだいたい400機の騎馬武者が出場するんですけども、400機の騎馬武者が一斉に馬へ。すごいね。博物館の方は熱心にいろいろ教えてくれます。相馬愛が伝わってくるようです。野馬追の始まりは平安時代中期、平将門が現在の千葉県で野馬を捕らえて御神馬として神前に奉納したことが由来とされています。その後、相馬家が伝統翡翠で執り行われ、相馬家がこの南相馬にやってきて代々継承されているようです。江戸時代になると現在のひばりが丘の地に野馬土手を築き、ここで野馬追いが行われていましたが、その広さは現在の数十倍でした。でその後2分ずつ1回打ち上げると、明日行われる新規争奪戦、
全部で30枚程度の札が打ち上げられるようですが、最初の1枚はその年の主催神社の札で最も価値があるそうです。札を勝ち取った武者は坂を駆け上がり、殿様にご褒美をいただけるそうです。取ったら、今度それを持って徴用の坂って言って殿様がいるところにそれ持ってくる。なるほど。取りました。そこの神社のお札とか、ちょっとなんか記念品からもらえないかなるほどね。で取った人たちがお札を今度背中に背負うの、帰り馬って自分家に帰ってきてそのお札をいっぱい持ってる人ヒーローなんです。すごいね。なるほどね。聞くもんだね。そういうの分かってみると違うもんな。3日目の行事、野馬掛けに使用される道具が展示してあります。神馬を素手で捕まえて奉納する行事です。ご利益のある小高神社の井戸水を溜めておく桶とほうきのような道具があります。このほうきで水に馬をつけ、それを目印として捕獲するそうです。また捕獲中に人が失神し、ご利益のある水の力で回復するパフォーマンスが毎回行われるそう。振り落とされてますで、そっとして気絶しちゃう。そうするとこの水を持ってってひしゃくでピッとかけるとたちまちに復活するというような。すごい。昔江戸時代の野馬追いなんですけど、新規争奪戦ってやってないんですよ。あれは明治になってから始まった行事ですね。今ひばりヶ原の裏側にいるんですけど、で、昔はそうか。そうか。放牧地が全部払ってここに数百頭の農家が放牧するが出て、相馬の送るとここに原町の木戸ですね。ここ昔の街道とで交差点があって、ここからこっちが原、ここからこっちが原の町がですね。そこをこう行列してきて、そして木戸がそれがこれなんですね。入る力をかけていて、この須掛場の木戸に追い込むんです。で、ここを開けて今度一これが追いかけてザー海で海で野馬を清む。そしてさらに小高神社でなるほどね。襖絵の一番左には小高神社に到着した神馬を捕まえて奉納する様子が描かれています。これが3日目に行われる野馬掛けによって再現されているんですね。やってますね。本当だ。すごいですね。江戸時代からずっと続いてるんですね。そうです。毎年やってじゃあ誰か倒れて。酔いのり系なんですけども、酔いは前の日です。なるほど。だから今日。酔いのり系。この時は甲冑を着ないんですよ。なるほど。で、明日は甲冑でですね。甲冑着た。なるほど。今日練習みたいな感じではあるんですね。よいしょ。ひばりが丘斎場は120ヘクタール、馬場は1周1050メートル。こうやって見るとものすごく広い。どこに行けばいいんだろう。ひばりが丘斎場地へ到着した各行列は軍主へ皇帝到着の報告をします。
これが侍言葉で非常にかっこいい。報告申し上げます。以上、プロナット。ただいま中野号は大橋弘志副軍師のひばりヶ原ご本人到着したことをご報告いたします。以上。春尾でございます。申し上げます。中野号は号大将立川春夫殿。ただいまひばりヶ原ご本人ご到着。以上。組頭、中頭、お使い番を従え、威風堂々の進軍でございます。皇太将の後には、紫の旗印、野馬追功労者の皆さんです。であります。ご信用守護、ここまであります。ただいま総願妙見太田神社ご法連ご到着。各山州の方々にはこれより盛大な拍手をお願いしたい。以上。いや、大変だ、あれ。どこまで行くんだ？タイヤがついてるよね。あ、そうなの？続いて、相馬太田神社最終、佐藤早苗でございます。お疲れ様で。本間幸津殿、ご到着。白いのはなんかちょっと感じ違うよね。うん。神代湖の後には、副解約長、菊池正幸であります。神主さん乗ってるもこの神んな。代は、相馬の前にはなくちゃならないものであります。やっとあそこまで行ったおみこし。相馬野馬追軍師、本間光清であります。軍師として3度目のご出場。軍師は出場するすべての兵を動かす総指揮であり、戦軍でただ一人、昔は総大将の旗本に属し、軍法を司り、軍者を統率したものでございます。軍事付軍者、渡辺文友であります。組頭、中頭、お使い番を従えております。申し上げます。堀川侍と一緒、ただいまひばりヶ原。到着。じゃあ。侍大将堀川秀隆であります。火の元に中野号一般騎馬がついてまいります。一般騎馬隊は大田騎馬隊、石上騎馬隊、大三日騎馬隊、高平騎馬隊、そして中野号は石上騎馬隊最高帯軍者末広行殿、ただいまひばりヶ原ご本陣ご到着。以上。今物頭中目助武装取締りに続いてまいりましたのは軍者鈴木健一であります。組頭、中頭、お使い番を続いて黄色の旗印は勘定奉行高橋修一であります。申し上げます。中野号高平騎馬隊前田利文軍司殿、ただいまひばりヶ原の本陣ご到着。以上。高平騎馬隊を率いますのは軍者前田利文であります。赤黄白の三式の指揮旗を手に組頭、中頭、お使い番を従えておりますのは行列取締軍者吉田達也であります。それが小高号戦闘軍者付き中頭小田寺脇であります。陣中であります馬上よりの交渉を開きお許し願います。ただいま小高号戦闘軍者清信正幸殿、無事ひばりヶ原本陣ご到着の旨報告申し上げます。以上。プロだった。
続いてお使い番を従えてまいりましたのは小高区野馬追執行委員長森島雄一であります。ましたのは大大将付軍者佐藤明人が参りました。組頭中頭を従えております。やばい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 。解約騎馬が続いておりますが、その中には少年少女武者の姿も見られます。見たからって蹴られるわけじ小ゃない。高校最年少は副軍師本田博信が参りました。組頭中頭を従えております。新聞イエーイってイエーイってやって新聞イエーイってかっこいい。ほらまたやってやって申し上げます実中なれば馬上よりの工場ひらりお許し願います。それが小高号副軍師中頭本間隼人であります。ただいま小高号副軍師本田博信殿本陣ひばりがご到着の旨報告申し上げます。じゃあそちよりご苦労だった。続いてはスカウト団を黒に日の丸って言ってたよね。小高号に続きまして社長であります。申し上げます。それがシネハ号解約山本幸喜シネハ号解約者本陣日割川ご到着の旨申し上げます。なお総馬明県3社ご訪問に対し例外推奨法のため気を賛成することをお許し願いたい。以上承知したご苦労。すごいちっちゃい子だね。うまいね。あんな馬乗れんだね。続いて副軍師林藤夫が参りました。組頭中頭お使い番を従えております。本間軍師のに申し上げます。それがシネハ号副軍師付お使い番高田熊であります。シネハ号副軍師林藤夫殿本陣ひばり川ご到着の旨ご報告申し上げます。以上ご苦労。続いて参りましたのは侍隊長山本。馬びっくりしてる。さあ令和7年第1回目の宵乗り競馬のスタートの合図が切られようといたしております。場内砲馬があるので捕まるまでしばらく待つ。初場所ああ、また。あれ音でびっくりしたんだな。あれは止まんないぞ。お、つまずいた。あれ高弘君捕まえる。あ、捕まりはいたね。よかったよ。まったようでございますので、まもなく宵乗り競馬第1回目の競争が始まろうといたしております。ご覧の通り、相馬野馬追の競馬にはスタートのゲートがございません。各馬息を合わせてのスタートとなります。バリア
スタートするだけでも大変だな。さあ令和7年第1回目の酔い乗り競馬が始まりました。フライングじゃない。絞こりを上げて、陣馬一体となって駆け抜けてまいります。白鉢巻き陣馬りをなびかせて華麗な手綱さばきをご覧ください。うわ出走騎馬は小高号本間、小高号鈴木、小高号坂下、小高号鎌田、小高号半杭、中野号加藤、中野号細川の7頭立てとなっております。さあ先頭は早くも向こう上面おなり参道入り口に差し掛かろうといたしております。ねえ、 4頭が競っておるようでございます。4頭が競っております。1頭がちょっと一歩先に出ましたでしょうか。第3コーナーに差し掛かろうといたしております。第3コーナーから第4コーナーへ、ここが腕の見せ所であります。第4コーナーのカーブは一番きついカーブとなってございます。さあここが腕の見せ所、どうでしょうか。最後のコーナーを立ち上がり、残り150メートル、先頭1番手は1馬身ほどの差を離しておるでしょうか。2頭は2馬身ほど離しております。ただいま第1着がゴールいたしました。軍師殿に申し上げます。酔い乗り競馬第2回目で最終競馬です。え？3つってなかった？3回ってなかった？承知した。うん。ただいま第2回目の競争が始まりました。土ぼこりが真ん中を陣馬一体となって駆け抜けております。白鉢巻き陣馬レーバーをなびかせで華麗な第3コーナーから第4コーナー距離いたしまして650メートル、着馬席からゴールまで約150メートルとなっております。1番手の馬が1番手が参りました。続いて2番手、1番手、2番手競っております。3番手も上がってまいりました。1番手、2番手を2番手は競ったか、1番手か、どちらだ。思ったより迫力があってびっくりです。明日は祭りの本番、今日はゆっくり休みます。